ずんだもん。もし日本があの時隣人に絶縁状ラストメッセージを叩きつけていたら世界はどうなっていたと思うかしら。何なのだこの映像。左は昔の映像、右は SF 映画なのだ。いいえ、どちらも2026年の現在よ。日本が中国を見捨てて独力で怪物モンスターになった世界線ね。もしたった一つのボタンの掛け違いで歴史が覆されていたとしたら。ようこそ狂気のアナザーヒストリーへ。今回は1972年に起きた奇跡とそこから分岐した日本の黄金鏡エルドラドについて解説してあげるわ。感謝しなさい。黄金鏡、今の日本とは真逆の言葉なのだ。失われた30年なんて言葉もあるのに。でも運命の歯車が一つ違っていれば私たちは今頃働かずに暮らす上級国民になっていたかもしれないのよ。今回の話は単なる空想じゃないわ。ありえたかもしれないもう一つの生死、クロニクルよ。クロニクル、なんだかワクワクするけど少し怖いのだ。時クロノスを戻しましょう。1972年9月、田中角栄の訪中直前、永田町は異様な熱気に包まれていたわ。世論は日中友好一色、パンダが来るぞと浮かれていたけど、その裏で国を売る台本シナリオは完成していたの。国を売るシナリオ、どういうことなのだ。外務省も財界も中国という巨大市場に目がくらんでいたのよ。浅ましいわね。でもたった一人だけ冷水を浴びせようとする男がいたわ。公安調査庁の男、通称ゼロよ。彼は KGB の二重スパイからある極秘ファイル、通称黒書ブラックファイルを入手していたの。ブラックファイル、穏やかじゃないのだ。中身は何なのだ。日本の技術を吸い尽くし経済を乗っ取り最後は政治的に属国化するという戦慄の見合い予想図、ブループリントよ。うわ、今の現実そのものなのだ。まるで予言書なのだ。ゼロは焦ったわ。これを総理に見せなければ日本は終わるとね。でも正規ルートは全滅。上司も外務省もすでに中国側の甘い罠ハニートラップに落ちていたのよ。四面楚歌なのだ。どうやって総理に伝えるのだ。くそ、どいつもこいつもこのままじゃ日本は骨までしゃぶられるぞ。雨の中絶望したゼロの目に飛び込んできたのは場違いな泥だらけの観光バスだったわ。観光バス、官邸になのだ。車体には越山会の文字、田中角栄の最強の集票マシンにして永田町の論理が通用しない聖域サンクチュアリよ。ゼロは悟ったの。総理に会うためのパスポートは警察手帳じゃない、新潟の土の匂い、郷愁、ノスタルジアだってね。彼はエリートのスーツを脱ぎ捨てて近くの工事現場で作業着を調達したわ。顔に泥水を塗りたくり目白御殿の陳情団の列に農民のふりをして並んだのよ。エリート捜査官がそこまでするなんてすごい執念なのだ。警備員が怪しんで近づいてきた時、彼は大声で魂の叫びソウルシャウトをあげたわ。あ、おめさん何しよっと。俺が長岡から親父さんに新米届けに来たんじゃ。邪魔すんなて。懐かしい名前がすんな。おい、その威勢のいいの入れろ。故郷の匂いが嗅ぎて。角栄の人情とゼロの起点が鉄壁の警備網に風穴を開けた瞬間ね。応接室に通されたゼロは震える手で懐からファイルを取り出したわ。総理、新米じゃありません。毒味をお願いします。それを読んだ角栄の顔から血の気が引いていったわ。あいつら俺が作った橋を渡って俺の家を燃やす気か。角栄の中で何かが覚醒アウェークしたのよ。そして舞台は北京人民大会堂、歴史的な晩餐会の席よ。田中先生、尖閣のことは棚上げにしましょう。未来の知恵に任せましょう。でも真実を知った角栄にはそれが悪魔のささやきに聞こえたので、棚上げにして俺が死んだ後に盗む気か。毒入りの酒は飲めん。日本の土も技術もちょっとたりとも売り物じゃねえんだよ。会場は凍りついたわ。周恩来の笑顔が引きつり通訳すら言葉を失ったの。これが日本が中国と永遠に決別した運命の夜だったのよ。帰りの機内で角栄は側近たちにこう宣言したわ。これより日本はアメリカにも中国にも頼らん。技術だけで生きる修羅の道を行くぞ。かっこいいのだ。でも資源もない島国がどうやって。ここからが狂気の進化論レボリューションよ。まずは1973年オイルショックが世界を襲ったわ。現実の日本は省エネに走ったけどこの世界の日本は逆を行ったの。労働の完全無人化よ。人間は飯を食うし休むでしょ。でもロボットは電気さえあればいい。日本は中国への ODA 予算数兆円を全てロボット開発と原発増設にぶち込んだのよ。よその国を助けるお金で自分の国を改造したのだ。その結果80年代には工場の無人化率が 90% を超えたわ。日本製品は圧倒的に安くて高品質になったの。無敵なのだ。でも
アメリカが黙ってないと思うのだ。1985年、運命のプラザ合意をアメリカは貿易赤字を解消するため日本に円高を強要してきたの。現実だとここで日本は受け入れてバブル崩壊に向かう。でも技術要塞と化した日本は違ったわ。円高を受け入れろ。さもなく馬関税をかけるぞ。ふざけるな。そんなことをすれば明日からアメリカへの半導体輸出を全て止めるぞ。当時のアメリカのミサイルもコンピュータも日本のチップなしではガラクタ同然よ。日本はアメリカの急所コアを握っていたの。すごいのだ。脅しが効いたのだ。アメリカは引き下がるしかなかったわ。プラザ合意は破棄され日本は適正レートのままバブルではなく実体経済の成長を続けたのよ。そして1995年最大の侵略者が現れるわ。Windows 95よ。 IT 革命の始まりなのだ。みんな使ってたのだ。でも日本政府はこれをセキュリティ上の脅威とみなしてシャットアウトしたわ。あんなブルースクリーンばかり出るおもちゃはいらない。日本にはトロンがある。でね、国産 OS のトロンは家電から自動車行政システムまで全てを統合していたの。ウイルスが入る隙間なんてないわ。確かに Windows はよく止まるし更新も長いものなのだ。世界はウイルスだらけの Windows 圏と堅牢無比な日本のトロン圏に分断されたわ。そして軍事や金融のプロはこぞって信頼性の高い日本製 OS を選んだのよ。当然よね。まさに技術の勝利なのだ。さて一方で日本に見捨てられた隣国中国はどうなったと思うかしら。工場が来なかったんだから発展できなかった。その通りよ。日本からの投資も技術も来ない。欧米も日本に追随して投資を控えたわ。結果中国は工業化のチャンスを永遠に失ったの。2001年中国共産党は生き残りのためある宣言を出したわ。農業国家宣言よ。農業国家、世界の工場じゃなくて。彼らは広大な土地を生かして世界の食料庫になる道を選んだの。2026年現在彼らの主力輸出品はトウモロコシとレアアース。それを掘っているのは皮肉にも日本製の無人研機よ。アリババも DIKTOK もないのだ。ないわ。あるのは果てしない畑と日本に輸出するための港だけよ。経済格差は50倍。彼らは豊かな文化を維持しているけど科学技術だけが1970年代で止まっているの。なんだかかわいそうなくらい差がついちゃったのだ。でもこれこそが日本が選んだ孤高の勝利よ。そしていよいよ2026年の日本を見てもらおうかしら。これが黄金の国ジパン部の再来よ。うわ、きれい。空気が澄んでる。工場からの煙がないのだ。工場は全て地下か宇宙にあるの。そして驚くべきは労働者が一人もいないことよ。みんな遊んでるのだ。仕事は全て AI ロボットがやっているわ。1970年代から全リソースをつぎ込んだ成果ね。国民は生まれた瞬間から国家 AI が稼ぎ出す莫大な富の配当だけで貴族のように暮らせるのよ。ここでは消費税も所得税も存在しないわ。じゃあ国の財源はどうしてるのだ。ロボット税よ。AI やロボットが稼いだ利益から自動徴収しているの。人間から税金を取るなんてこの世界では野蛮な行為とされているわ。野蛮。今の私たちの日本政府に聞かせてやりたいのだ。さらに人口を見てごらんなさい。この世界線の日本はなんと1億5000万人よ。嘘でしょ。少子化じゃないのだ。将来の不安がないから子供は増え続けたわ。もちろん教育費も医療費もタダよ。平均寿命は120歳。がんも老化もナノマシンが治してくれるわ。夢みたいなのだ。満員電車も過労死も増税もないのだ。さらに防衛費、これも GDP 比 1% なんてケチな話じゃないわ。そもそも軍隊が全て無人化されているから人件費がかからない最強のコスパ軍隊よ。兵士が死なない戦争、ある意味平和なのだ。周辺国も手出しできないわ。日本列島全体が巨大な要塞フォートレスだからね。あの時面倒な隣人を切り捨て同盟国の顔色も伺わず独力で生きる道を選んだ結果がこれよ。誰にも搾取されず誰にもこびず技術だけで築き上げた人類史上最も豊かな黄金の楽園エデン。僕たち本当はこんな未来をつかめていたのだ。これが核兵と名もなき国士たちが命がけで守った未来の姿よ。ずっとこの世界を見ていたいのだ。帰りたくないのだ。でもねずんだもん。時間タイムリミットは残酷よ。全部ありえたかもしれないただの夢物語ファンタジーだけど。メタンなんで消しちゃうのだ。窓の外を見てごらんなさい。ずんだもん。私たちが住んでいるのは黄金の楽園なんかじゃないわ。決断しなかった日本という名のこの薄暗い現実リアルよ。嘘。やだなの。ごらんなさい。隣人は笑い技術は奪われ私たちは今日も増税と物価高に苦しんでいる。これがあの時のと言えなかった代償よ。私たちは歴史の分岐点で間違った道を選んだ敗北者なの。そんな救いはないのだ。過去は変えられないわ。でも
未来はどうかしら。今日の話はここまでよ。もしこの if の世界に悔しさを感じたら、高評価とコメントで教えてちょうだい。みんなの怒り、アンガーが次の分岐点を作るかもしれないわ。チャンネル登録も忘れないでね。私たちが観測、オブザーブする世界はまだまだたくさんあるんだから。次回もまた別の if の世界で会うのだ。またね。